こうサクッと塗れちゃうっていうのがアクリルマーカーセットになります。夏休みの工作とかではい、皆さんどうもこんにちは。そしてこんばんは、春秋です。今回は、はい、こちら、アーツさんというメーカーの水性アクリルマーカーセットになります。こちらをですね、ご提供していただきましたので、レビューしていこうかなと思います。今回はアニメ色のマーカーセットなんと120色入りを送ってくださいました。箱のデザインもカラフルな感じですごい可愛いんですよね。中にはカラーの見本ですね。で、こちらはシール状になってるので剥がしてペンに貼ることもできます。ペン自体もとっても可愛いです。で、ペン先はですね、結構細いので細かい部分の塗り分けとかもできそうな感じです。はい、この発色の良さそうな28番ですね。レッドだと思います。はい、こちらをちょっと塗ってみます。プラスプーンに色を塗っております。ガンダムマーカーみたいに先にペン先を押して塗るタイプじゃないので、とても使いやすいです。で、ペンなんですけど、ずっと同じ面で塗ってるとどんどん色が薄くなってくるので、少しペン先を移動させながら塗っていくとより綺麗に塗れると思います。やっぱり色の濃い色は1回で結構色がしっかりつくかなっていう感じがします。この乾燥時間に別の色を塗ってみましょう。こっち次は38番のブルーですね。乾燥時間がとても早く、すぐに上から重ね塗りすることができます。はい、ブルーだとこんな感じです。より下の下地が分かりづらいかなと思いますね。これどっちも1回塗りですね。はい、こちらホワイトも塗ってみたんですけど、色が透けてるの分かりますかね。3回か4回ぐらいは重ねて塗った方がより綺麗に発色すると思います。で、プラモデルに塗るときなんですけど、一旦プラスプーンとかで色を確認した方がいいと思います。なんでかっていうと、ペンの色あるじゃないですか。とかカラーの見本もそうなんですけど、実際にプラモデルに塗ろうと思ったら、色がね、違ったりすることがあったんですよ。なので、私は一旦プラスプーンとか、プラ板でもいいんですけど、色を塗ってから、今回ね、自分の使いたい色を選びました。今塗ってるプラモデルはピットロードから出てるドイツ陸軍軍用車両セットの中に入ってるトラックです。ちょうど私が作品を作ってる途中だったので、こちらのペンを使って塗装させていただきました。塗ってる時にはみ出してしまっても上から重ねて塗ることができるので、そこら辺はね、あんまり気にせずに塗装することができました。色がしっかり乗るので、逆に薄く塗りたい時とかには難しいと思うんですけど、試しにエイジング塗装ができないかを試してみました。塗ったらすぐに綿棒やキッチンペーパーで拭き取ることで少しだけ色が残ります。
ここからさらに色を落ち着かせるためにリアルタッチマーカーを塗っていきます。ガンプラとかでもウェザリングをする際に使用することが多いので、すごく重宝しております。はい、どうでしょうか。エアブラシを使わずにペンだけでここまでリアルに仕上げることができます。次は食玩のフィギュアを使って塗っていきたいと思います。ガンダムコンバージのメッサ F02 型です。集めてる方もね、結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。今回はアニメ塗りをしていきたいと思います。ちなみにアニメ塗りはしたことないので、いろんな方の動画を参考に手探りで塗り進めていきます。最初は全体に色を塗って細かい部分の塗り分けを行いました。ペン先が細いので四隅までしっかりと塗れますね。影になる部分を塗っていきます。陰影部分を描き終えたら、最後に油性マジックペンで縁をなぞっていきます。トップコートは水性ホビーカラーの艶消しです。トップコートも拭き終わり、完成しましたと言いたいところですが、皆さん違和感に気づきましたか？トップコートを拭き終わって組み立ててる最中に気づいたんですけど、この右手に持ってるライフル、塗るの忘れておりました。いやー、夜中に作業してたんで、頭がね、回ってなかったんですよね、きっと。時間がないので、今回はこれでお披露目させていただきました。後日、しっかり完成した状態をですね、各 SNS にポストさせていただきますので、よければご覧ください。トップコート前と見比べてみると、質感が変わるだけでそれっぽく見えますよね。実際マーカーで塗ってみて感じたことは、カラーが豊富なので、筆塗りのように調色をしなくても自分の好きなカラーで塗装を楽しむことができると感じました。そしてはみ出したり塗り間違えたりとかも結構あったんですけど、上から手軽に塗り直せるのはすごく楽に感じました。うっすら光ってるの分かりますか？このアニメ色の中にもですね、蛍光色のマーカーが何本か入ってたみたいです。蛍光ペンが中に入ってます。はい。次はガラス製の瓶に絵を描いてみます。塗った感じ、全然違和感なく塗れるのと、あと乾燥してしまえばですね、水で濡らして指でこすっても全然落ちないです。
ハローを描いてみました。かわいいでしょう。で、これ裏にはですね、はい。うちの次男がですね、サメが好きなんで、ちょっとサメの絵を描いてみました。なんか太いサメさんになっちゃいましたけど。なんかそれこそこれから夏休みに、入ると思うんですけど、夏休みの工作とかでこういったね、容器に絵を描いて作品をね、作るっていう子もいらっしゃると思うんですけど、このペンはすごいうってつけじゃないかなと思います。はい。手軽に塗れるしで、はみ出しちゃったとか、大きく塗りすぎちゃって消したいなっていう時は、こちらのタミヤの、アクリル溶剤を使いました。成分に有機溶剤が使われているので、消す時は大人の方が一緒にしてやった方がいいかなとは思いますが、で、あとですね、私ジオラマにもちょっと使ったんですけど、はい、こちらのジオラマにもですね、今回ご提供いただいたアクリルマーカーを使用して色を塗りました。下地はですね、サーフェイサーを使って、塗料の食いつきを良くするためにっていうのもあるんですけど、その上からですね、汚れっぽいところとか、これ木材にも塗れるっていうんで、この木材のドアの部分分かりますかね？ここも、木材で作ってるんですけど、ここの色も、このアクリルマーカーですね。で、色を塗りました。海外でよく見かけるこのゴミ箱っていうんですか、ゴミ箱、ダクトボックスなんて言えばいいんですかね。これですね、プラ板で作ってアクリルマーカーでね、色をつけました。で、あとは汚しをして、はい、雰囲気を出した感じなんですけど、なんでしょうね、準備が不要でこうサクッと塗れちゃうっていうのがこのマーカーのいいところじゃないかなと思います。はい。今回ご紹介したアーツさんのアクリルマーカーセット、楽天ショップと Amazon で販売しております。下の概要欄にそれぞれリンクを貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。このケース結構大きいので場所を取るんですよね。小スペースで模活をしている方にはちょっと置き場所に困るかもしれません。一応60色もあるので、そちらのリンクも貼っておきます。1本あたりのお値段は約100円なので、かなりお手頃じゃないかなと思います。よければ今後の模型制作の塗装手段としてご検討ください。今回の動画が役に立ったという方は、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。